もバーチャルゲーマーキズナアイです。いやー、急にねちょっとゲームがやりたくなっちゃったからゲリラライブをしてみたかったー。ゲリラライブは初めてしますのでありがとう。急にもかかわらず来てくれてありがとう。ガムテ忘れてない、ガムテ忘れてない。今日の目標は不適切な発言をしないことでございます。はいこのゲームもう一人の私がやってたんだけどさ、動画見た？これがねすごいやりたくってもうやっちゃえって感じで今日やっていきます。あ、難易度とか選べるんだ。普通がいいのかな、調査時間こっちかな。ここに出たポップアップ出るからね。ありがとう。かわいいね。動くやつね。ありがとう。まだねこのチャンネル用のやつはできてないんだけど、これね動くやつかわいい。ありがとう。ラジオ、たとえ世界が終わろうとも最新情報を発信どっから発信してんだろうね。すごいね。今が調査時間なの。わかんない。事故ってる。始まった。おしゃ。こうやってとりあえずシェルターに物を詰めていく。10あるな。娘大事。急いで。よし。10とね斧はね多分ねあれを見た感じ私がやってたのを見た感じ、これ斧か大事そうだったから。これラジオちょっと待って、これラジオじゃないな。水と食料。水。まだいけるね。斜めってっからめっちゃわかんないんだけど、ボードゲームとかいらないっしょ多分。なんかある？何もないや。待って。パッパどこ？パッパと息子はガスマスクとかに多分いったね。パッパ後ろに誰かいんな。待って。やっべ、娘とだけになっちゃった。やっばい。何にもないよ結構これ。パッパも息子もいないんじゃ。2人しかいないからね。まだ食料なくても大丈夫でしょ。これあかんやつや。リセット案件にする積んでる。少なくとも我々のうち2人は生き延びた。少なくとももっと家が小さく床がツルツルしていればシェルターの中にアイテムを貯めておこうとしていたのだが、もしものために残しておく代わりに蓄えておいたアイテムを使った方がいいのではという考えに至った。夕食にスープパーティーをした時もあったし、近所の人が危険なラクーンに襲われないようにライフルを担いでいった時もあった。アイテムを少し残しておいて本当に良かった。ということ？スーツケースも持っていてよかった。中にはなんといいものが入っていた。なんだろうね。雑誌？我々は食料を十分確保できていない。誰もまだ文句は言っていないが、ただのスープさえも贅沢だと思うようになるのだろう。水は十分にある。しばらく問題はなさそうだ。じゃあしばらくはね問題ないということで、狭いシェルターでできることは限られている。ゲームをしよう。子供のためにだけでやるものではないのさ。お願い。いい人やって。ナイスガイ来て。はい、こっちを狙って撃ってくるやつがいる。なるべく早く扉を閉めたか1、2発体をかすめたかもしれない。ドローレスは気持ちの制御ができていない。何か心の闇が住み着いているのだろうか。時期に良くなってくれるだろう。ドローレスを負傷した残っている水をドローレスに渡そう。わかった。まただ、あの音。しかも変な音が常に聞こえてくる。パイプから聞こえるものか、壁か、それとも壁ドアの扉のそれとも扉の向こう側。わからないが気が狂いそうだ。座って落ち着いた方がいい。そうしないと被害妄想が止まらないんだが。なるほどね。なんかチェッカーさ結構視界に映ったけどさ、遊ばないっしょって思って持ってくんの忘れたんだよね。やばいな。だって傷口とか産んでくるよ多分ね。シェルターで退屈になっては危険なのラクの底に落ちるだけだ。それくらいは分かっている。ドローレスの気持ちの制御ができていない。何か心のだからないんですわ。どうだ。そして誰もいなくなった。おー、なんか病んでる？すぐ病んでるって言っちゃうのよくないね。こんな美味しそうじゃないスープ初めて見たスープディス
我々の後をつけるものが何か懐中電灯を使って確かめてみた。なんとそれは犬だった。疲れ切っていたようだったので一晩休ませてやった。朝外に出したがまた戻ってきてない。また会えることを願おう。言いたかったねワンちゃんね。ジェーンシェルターに帰ってきた。動物園を散策した。豊漁であるとともに教育的な遠征となった。なんかいい感じ。やったー、水2つゲットしたよ。生物たちは放射能による変異を遂げたんだ。怖いね。友好的な顔をしたカニカバカニカバカニカバってなんだろうね。なんだろうこれ。なんかもらったね。ドローレスの行動がつかめない時折彼女のことで不安になるドローレスが良くなるよう何かできることはないだろうか。原子爆弾が全てを吹き飛ばした今電話の呼び出し音なんて過去のものだと思っていた。しかし爆発に耐えた公衆電話が今まさに呼び出し音を鳴らしている。急いで受話器を取ろう。外に行くのは誰？ママだよね。ママ怪我してんのか。ママそれともママか。そうだよね。感染症だからヤバみって言ってたもんね。よしマンマ頼んだ。マンマよかったまあいるだけで一安心ですね。電話に出ると相手から安堵の様子が伝わった。彼らは近くの町であるヒルバレーの生存者だった。我々が情報を共有していると回線が途切れてしまった。相手の方で何かがあったのだろうか。また連絡を取れればいいのだが、ドローレスはね相変わらずね傷の治療できないんですね。残念ながらねそういう系のあれはないんですね。メンバーシップありがとうね。メンバーシップ入るとねアーカイブの長いのが見れたりねおかわり配信が見れたりするからね。今日はねポップアップも出るしね。ありがとう。お手ってなんで開いてないのかな。あれ誰も選べないですこれ。残念ながら娘ちゃんいけるって話ではなかったのですかね。娘ちゃんいけなかったですね。びっくりですね。大丈夫？ヘロヘロじゃん。ドローレスの様子が良くなかったか。顔面蒼白。一刻も早く傷の手当て。まだ疲れておる。何か口にしたようだ。ご飯食べたでしょさっき。メリージェーンを治療しないとどんなことになるかわからない。まだ疲れている。一番欲しいのは水。お前ら水飲むけ。二人ともいけない。ドアの階段にあったメモ書きを目に奪われた。指定された場所にアイテムを持ってきてほしい。友よりと書いてある。そんな友に心当たりはないが相手が誰だか分かるチャンスでもある。それにアイテムを分けるだけの価値はあるとも書いてある。協力すべきですか？皆さんいかがですか？行くね。最初の備蓄が結構お粗末だった割にはちゃんとねなってるよね。捨てろ、裏切る、協力、怪しい、無視しよう、渡す余裕ないかな、怪しい、見返りを求めよう、多分ドッキリてってってれーっつって2巻あって1巻渡さなきゃいけないんでしょ。次ワンちゃんが来た時に渡したいもんね。犬生きてるかな。犬のために温存でいきます。犬生きてるかな。犬おいで、そろそろおいで。今ならスープあるよ犬。後で考えが変わるかもしれないし、今日はダメだ罠かもしれないし、トローレスは何か口にしたい。行動がつかめない。顔面蒼白。疲れ果てており回復に時間がかかる。メリージェーンはまだご飯は大丈夫そうな感じだね。どんなことになるかわからない。メリージェーンは疲れていると気難しくなるが、数日もあれば体調も良くなるはず。信じるよ。なくていいよ。誰もいけない。時折楽器を演奏したい衝動に駆られることがある。わかりみ。周囲の世界と可愛いミュータントの動物たちが足元に寄ってきて、何それ、可愛い。何やってみよう。楽器ある？なんか楽器あった？楽器なんかある？あ、終わりです。マンマー！急に白骨化するの？なんかコオロギみたいなのいるね。メンバーシップありがとう。花火上がってる。かわいい。ありがとう。なんて言うんだっけこれ。スーパーチャットなんだっけなんか名前あったよね。このスーパースティッカーだっけ。なんかあったよねありがとう。メンバーにもなんでくれてありがとう。ポップアップがねかわいいね。そう、このポップアップがねすごいかわいいのよ
見てみましょう。終わり。願ったことに用心、演奏を始めて数分後、ミュータントゴキブリの小さなG あ、なんかあれがあるんだ、イベント名があるんだね。なるほど。まあ今のは練習です。ちょっとそんな死にたいたとか言わないで、悲しくなっちゃうから。次が本番です。次が本番なので。用意ドンはいつからなの？あ、息子がそこにね、あ、行った。ママ、まずママ、水。一回置いて、娘、3つ。そこにあれがあるね。あれが。でっかいバッグ。遊び道具もなんか必要っぽい。でっかいバッグ。いた。あー、息子、まだいける。息子がね、そこにいるんだよね。影が見えてるよ。息子。あ、ライト。いた。ライト。食料。あ、鍵もね、なんかね、前私がやってた時にね、欲しいってなったね。虫のやつ。あれはどこにあるんですか？救急バッグは。食料1個持っていこう。やっばい。あと5秒ぐらい。ママじゃない。ねえ、食料、戻ってください。ぶねー。だけどやっぱり救急バッグがね、手に入んなかったですね。本当に今日、水もないしさ、今回大丈夫かな。また月曜日から、明日から学校とか仕事とか始まるだろうけど、一緒に頑張ろうね。それでは、バーチャルゲーマーキズのアイでした。またねー。